トントラック納車しました。日産のバネットトラックです。この荷台に小屋を乗せてキャンピングカー2号機を本気で作ります。ここ数ヶ月真剣に探してやっと出会いました。トラックは意外と値段が落ちないので探すのに苦労したんですけど、今回のはホイール付きのスタッドレスタイヤも付けてもらったり、予備のタイヤも新品に変えてもらったり、車検もフルで付けてもらって40万で購入しました。タイベルや整備なども一通りしてもらって、ナビや ETC なども付いてます。なので個人的にはいい買い物ができたかなと思ってます。オートマでずっと探してたんですけどミッションになりました。オートマで1回安いのがあったんですけど、ディーゼル車で規制があるとかでちょっと買えなかったり、いろいろ大変で、その時ちょうどね、アメトークで旧車大好き芸人みたいなのをやってて、みんなミッション乗っててまんまと影響されて僕もミッションにしました。やっぱりオートマは数が少ないのでちょっと値段がね高かったんで、ここは妥協しました。結果的にはね、この山道とか登ったりもするのでミッションで良かったかなと思ってます。では早速前回の軽トラと比較しながらご紹介します。前回の軽トラの荷台のサイズは幅が 1410mm、 長さが 1940mmでした。今回の1トントラックは幅が 1600mm でロングタイプなので長さが 2735mm です。しかも今回は後輪がダブルタイヤなので荷台の高さも 700mm と低めです。軽トラは 650mm なので 5cm ほどしか変わらないです。荷台が大きくて荷台の高さも変わらなくてダブルタイヤで安定感もあり、モバイルハウスに適した車だなぁと勝手に思ってます。この荷台の上に小屋を乗せるので個人的にはロングタイプで探してました。ロングじゃないタイプだと荷台が 2470mm と 30cmほど狭くなります。1トントラックのロングサイズといってもハイエースとさほど変わらないので、運転してても今のところ怖さはそんなにないです。1トントラックは小回りも利くし結構運転しやすいとも言われてます。で、今回は大きめに作りたいので荷台から少しはみ出そうかなと思ってます。ちなみに法律上は車体の長さから 10% 分ははみ出しても OK です。このバネットトラックの車体の長さが 4.6m ほどあるので 46cm は後ろにはみ出せます。なので 3m 超えの小屋を乗せることも可能です。さすがにね、そこまではみ出すことはしませんが、どうするかは考え中です。ちなみに前回作った軽トラは 10% 分はみ出して小屋の長さが 2.3m ぐらいでした。で、軽トラの時は車内の高さが 145cm ほどで車内でちゃんと立つことはできなかったですが、今回はトラックなのでもう少し高さも出して立てるようにしたいなと思ってます。やっぱり長期旅とかになると立てた方がいいんじゃないかなって思ってきてます。この辺はね、風の抵抗とか運転のしやすさに影響してきますが、車内での快適さと天秤にかけながら決めていきます。1トントラックでモバイルハウスを作ってる先輩方も立てるぐらいのサイズにしてる方も多いので、今回は大きめに作ろうと思ってます。一回り二回り大きくなってるのでだいぶワクワクしてます。軽トラの小屋もめちゃくちゃ狭いってわけではなくて快適で楽しかったんですけど、一番きつかったのはやはり重量でした。1号機は外壁をね板張りにしたので重量の関係で内装は薄い合板を貼るだけの簡易的なものになっちゃったんですけど、今回のトラックは1トンなので 1000kg まで OK です。軽トラは350kgだったのでこの重量との戦いが一番大変でした。約3倍の重量は使えますがなるべく軽くはします。でも内装はめちゃくちゃこだわりたいなと思ってます。前回は布団を敷くだけの中はすっからかんにしてましたが、今回はシンクやソファ、キッチンなども作っていくつもりです。細かいところもこだわって本気で DIY します。あと2号機のキャンピングカーには名前も付けてあげたいなと思ってるので、いい案ある方は教えてください。1号機の時はもうキャンピングカーちゃんとか呼んでたので全然思いついてないです。では車内もご紹介したいと思います。車内はこんな感じです。軽トラと比べると中が広々してます。車体幅は 160cm あって3人乗りです。基本は1人旅ですが3人乗りは地味にありがたいです。ここに肘掛け、棚みたいなのがあるのでここにドリンクホルダーを作ったり小物入れとか携帯が充電できるようにしたりとかっていうスペースにする予定です。助手席の方は広々してるので埋めちゃって棚みたいなのを置いちゃうのもありだなとか思いました。座席シートはだいぶ汚くなってるので同じ型のシートカバーを買う予定です。レザーシートとかもいいかなって思ってます。この裏とかにもホコリが溜まってたりするので全体的に掃除もしていきます。でもずっと5万円の軽トラに乗ってたのでめちゃくちゃ綺麗に感じちゃってます。僕だけでしょうか。掃除もしたら天井も板張りにしたりこの運転席の後ろの部分も板張りにしたらいい感じになりそうだなと思いました。 ETC やナビもついてます。タコメーターなどもついてます。もちろんエアコンもついてるので暖房冷房がっつり効きます。冷房がないと夏本当にきついのでこれは必須条件でした。あとは軽トラからアップグレードした場所はこれです。パワーウィンドウ。普
通の人からしたら普通の機能かもしれませんが、今まで手動で回してたのでこれは革命ですね。手動のかっこよさもあるんですけど、日常的に使うってなるとやっぱりパワーウィンドウはありがたいです。この前運転してて信号待ちの時に左側に知り合いが来て窓を開けて声をかけてきたのですが、左の窓も手動で取っ手が外れてて手が届かず、なんか無視したみたいな気まずい感じになってしまいましたが、これからは大丈夫そうです。あと一番の進化はパワーステですね。今まで乗ってた車はパワーステがついてなく、ハンドルが重かったので小回りしたい時とかは結構ねストレスでした。重ステとか言われたりもします。今回はパワーステがついてるので本当運転しやすいです。では最後にトラックの掃除をしながらキャンピングカー2号機の構想について語ります。今回は車内の快適さを優先して作るつもりです。前回の軽トラで分かったのですが、意外と小屋が乗ってても運転しやすくて、今回はトラックでダブルタイヤでもあるので高さも出していこうと思ってます。出すといっても法律の最大高さの一回りや3回りぐらいは小さくはします。あとなるべく下に重心が来るような設計にはしたいです。外壁も合板を貼って防水塗料で色を塗るという方法が安くて丈夫でいいと頭では分かってるのですが、やっぱりね木の感じが好きなのでまた木で外壁を作るつもりです。ちなみに荷台に板がついてました。このまま小屋を乗せてもいいなと思いましたが、せっかくなので外して掃除もします。楽をしてこのままにしようか迷いましたが、塗装もしっかりしたいので外しました。最後までご視聴ありがとうございます。キャンピングカーのアイディアやキャンピングカーの名前など随時募集中なのでコメントお願いします。 Twitter や Instagram でもリアルタイムで更新してるので、気になる方は覗いてみてください。フォローもしてくれると嬉しいです。キャンピングカー2号機は前回作って失敗した点とかは改善していきます。失敗した点とかはこちらの動画で解説してるので、気になる方は覗いてみてください。